皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ、風花です。さて、今回の歌会ではイ・スンファンさんの代表曲華麗ではない告白をカバーします。まず前半ですね、イ・スンファンさんの伝説をいくつか紹介して、後半歌詞紹介からの歌という風にお送りしていこうと思います。まずイ・スンファンさんがライブの皇帝や公演の神と呼ばれる理由はですね、ライブへのこだわりがとても強くて、ライブのクオリティも高い、そしてコンサートの先駆者としてさまざまなことに挑戦したという経歴があるからだと思います。で、ここに関していくつか逸話や伝説がありますのでね、これを紹介していきたいと思います。まずスンファンさんは韓国で初めてコンサートにツアータイトルをつけてブランド化したということで知られているそうです。で、今はね、もうどんなアーティストでもツアータイトルってあると思うんですよ。日本のアーティストでも何年コンサートツアーなんとかみたいなね、こうタイトルがついてると思うんですけれども、90年代の韓国にはそういう習慣がねまだなかったそうなんですね。で、それを韓国で最初にやったのがイ・スンファンさんだったということですね。で、それからこれはね、またナムウィキっていうページで読んだんですけど、なんとイ・スンファンさん単独で9時間半の公演を行ったと。すごいですよね。体力がすごすぎますよね。で、特にゲストとかも呼ばずに一人だけで9時間半公演したそうなんですよ。途中 MC とかがあったにしろ、多分8時間以上は歌い続けてるってことですよね。これご飯休憩とかあったのかなとか思ったんですけど、見てる方の観客の人も体力がすごいなと思いましたね。で、ご本人のライブへの情熱っていうのもすごくて、もう体力作りのために足にねこう重りをつけて砂袋をつけて走り込みをしたとか書いてあったんですけど、なんかそうやってね体を鍛えたりですとか、あと公演期間中にもし虫垂炎になってしまったら嫌だからって、虫垂炎って盲腸のことですね。で、このあらかじめその虫垂の部分を切除してくれないかっていうことを病院でお願いしたことがあったらしくて、ちょっとやばい人扱いされたりとかね、そんなこともあったそうですよ。健康な体の人に、オペ適用ってないので、その本人の希望だけでは手術はできないと思うんですよ、これね。日本ではそうですし、韓国でも多分そうだと思うんですよね。もしね外来にねちょっとあらかじめ注水取ってほしいとかいう患者さんが来たら、ちょっと一回落ち着きましょうかってね言うと思いますよね。これもかなり医師の方も困惑したと思います。そしてイ・スンファンさんは音響マニアでもあるようで、ライブで使うスピーカーとか、あとイヤモニっていうんですけど、こうライブの時に耳に入れる、ハイテクなイヤホンみたいなやつなんですけど、これもねこだわって特注されているそうです。で、ラッキーカラーが黄色なのかなと思うんですけど、ライブの映像を見ているとマイクもイヤモニターもなんか全部すっごい明るい黄色に塗られてるものを使われております。で、マイクがね明らかにこう特注感があるマイクを使っておられるんですよ。で、これについてちょっと調べてみたところ、スンファンさんはシュアーとゼンハイザーのマイクを、しかもスンファンさん用にカスタマイズされたマイクを曲によってそれぞれ使い分けているそうなんです。マイクもねこれ沼なんですよね。まずメーカーによってこう特徴的な音の拾い方というのがあるんですよ。で、音っていうのは、いろんな周波数成分っていうのを含んでいるので、その中から、どんな周波数帯域をどんな風に拾ってくるのかっていうようことによってですね、音の印象ってだいぶ変わってくるんですよね。で、例えば高音域を増強してこうブライトリーに華やかな音で撮りたいとか、全体的に柔らかい音のイメージで撮りたいとかですね、低音を逆に強調してどっしり撮りたいとか、そういう好みが、皆さんおありなんですけど、それがまずメーカーによってそもそも特徴があるんですね。で、この今録音に使っているこのマイクはアーカーゲーというブランドのマイクなんですけど、アーカーゲーはね結構ブライトリーにギラギラした感じで撮れるんですよ。
でなのでこうやってトークを取るときは、言葉の輪郭がはっきり聞こえやすかったりですとか、意志が強いような声に聞こえるっていうことで、私はアーカーゲーをトークの時は使ってるんですが、歌の時はですねテレフンケンというブランドのマイクを使っています。で全然ね取れる音が同じ声なんですけど取れる音が違うんですよね。でこういったメーカーによる特徴と、その中でさらに機種によってアーカーゲーの中でも高音強め、低音がちょっと入るとか、そういったね機種によって細分化されてくるところがあるんですね。でやっぱりマイクも究極の一本となるとカスタマイズするしかないっていうことになるんでしょうかね。ちょっとまだ私はそこまでのレベルじゃないんでね、今のね機材で全然満足しているんですけれども、スンファンさんのように公演の神というレベルになると、そこまで全部こだわってくるということですね。でイ・スンファンさんのボーカルの特徴というのはですね、とにかく声量がすごい人です。で歌っている動画をね概要欄に貼っておくので、ぜひご覧になっていただきたいんですが、声を張った時ねマイクめちゃくちゃ鼻さ張るんですよ。もう胸のあたりで音拾ってる感じなんですよね。まずここで声が入るのがすごいですけど、そんだけこだわってるマイクそんなに話しちゃうのって最初思ったんですけどね、この島津亜矢さんとか、あと和田アキ子さんとかね、なんかこの辺で歌を張りますよね。それぐらい多分声量があるんですよね。あとね歌う時にちょっと上を向いて声を出さはります。これはスターダストレビューの根本要さんもこういう角度でよく歌わはるんですけど、口の中の特にこの上顎の響きがダイレクトに出る角度なんで、多分そこが響いて声がよく抜けるっていうことなんでしょうね。で首の角度も結構響きには影響してくるんですが、やっぱプロの歌手の方っていうのは自分の角度を持ってらっしゃって、声がよく抜けて首の筋肉が自由に使えるような角度っていうのに自然となっていかれるんだと思うんですよね。で私は結構逆のパターンで、高音とかですね母音が大の時って結構顎を引く癖があって、歌ってみた動画見ていただくと結構声出すと結構下向いてることが多いんですね。なんか私は声のイメージが結構後頭部から頭の上を通ってポンって出ていくようなイメージがあって、なんかそんな首の角度になったりするんですけどね、アーティストの歌い方っていうのを着目して聞いてみるのも一つ面白いかもしれないです。そして今日歌う曲、華麗ではない告白の話に入っていきますが、この曲は1993年に発表された曲で、内容はね心温まる幸せソングなんですよ。当時からチュッカといって結婚式で贈る歌として人気があったようです。そして前回紹介した2020年放送のドラマ賢い医師生活の OST としてスーパージュニアのキュヒョンさんのボーカルでリメイクされて、これがね再ヒットします。でこのキュヒョンさんのボーカルも本当に素晴らしいんですよ。キュヒョンさん本当素直で優しい声をされているので、この曲の内容に非常に合ってると思います。で概要欄にイ・スンファンさんの歌唱とキュヒョンさんの歌唱と両方この曲を貼っておきますので、ぜひね見比べていただきたいです。同じ曲ですけど発声も歌い回しもかなり違います。でもねどちらも個性があって、どちらもねこの曲の雰囲気には合ってると思うんですよね。本当同じ曲でもこんなに表現の仕方っていうのはバリエーションがあるんだなということでね、勉強になりますのでぜひ聴いてみてください。いやー本当に心温まるいい歌詞ですよね。で OST でねご存知の方はね知ってはると思うんですけれども、メロディーも本当に綺麗な曲なので、では曲を聴いてください。イ・スンファンさんの화려하지 않는 고백です。はい、いかがでしたでしょうか。このスンファンさんの原曲も、キュヒョンさんのカバーの方もですねバンドアレンジなんですが、今回もねカラオケ音源はピアノ1本で作りました。なんでちょっと原曲みたいにポンポン跳ねるような感じはないんですけど、イメージとしてはですね
アンジェラ・アキさんがこの曲を歌ったらどんなピアノのメロディーラインにするかなっていうのをちょっと妄想しながらね、アンジェラ・アキさんイメージでちょっと今回作ってみたんですね。でこの曲は歌っていて本当に幸せな気持ちになってくる曲なんですが、実はね結構音域が広くて、使用してる音域がちょうど2オクターブあります。でイ・スンファンさんもキュヒョンさんも結構さらっと歌われてるんで、なんか私そんなに音域広いって気づいてなかったんですけど、歌ってみたらね、こんなに音域広いんだと思ってちょっと驚きました。そんな曲でしたね。今日同じ時間に YouTube に歌唱動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞の下に日本語訳を同時に表示するように編集しておりますので、歌詞を見ながら聞いてみたい方はこちらもよろしくお願いします。概要欄の質問箱からメッセージや質問など噛みすぎ概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。リクエストの方も募集中です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。ちょっと噛んでしまったな。